皆さんご視聴ありがとうございます。 DJ チョミヤです。今回はアルファードやエルグランドといったミニバンの中で結果的に一番安い価格設定となったホンダのフラッグシップミニバンオデッセイをご紹介します。漆黒をまとった圧倒的な凄み、超低床パッケージがもたらすセダンのような走りの楽しさ、進化した2列目シートの心地よさから気になる走りまでチェックしていきます。それではスタートです。 DJ チョミヤカーライフチャンネル。あなたのカーライフをもっと豊かに DJ チョミヤカーライフチャンネルでは車もガジェットも忖度なしの本気レビュー、面白かったら高評価を、見逃したくない方はチャンネル登録、そしてコメントで一緒に語りましょう。今回ご紹介するのはホンダのフラッグシップミニバンオデッセイの中でも最上級に位置する EHEV アブソリュート EX ブラックエディションです。本モデルのコンセプトはオデッセイの DNA である低床低重心パッケージによるセダンのような走りとミニバンならではの圧倒的な空間ユーティリティを高い次元で融合させ、さらにプレミアムな価値を付加した1台です。ブラックエディションの価格は545万500円に設定されています。アルファードやエルグランドといったライバル車が高価格化する中で7人乗り L サイズミニバンとして非常に戦略的で、実は一番手頃な価格設定となっています。ここからはエクステリアについて詳細を見ていきます。ブラックエディションは漆黒をテーマにした専用化色が特徴です。フロントは水平基調のブラッククローム大開口グリルにホンダの H マークエンブレムを主張した配置に、ボディサイズは全長 4860mm、全幅 1820mm、全高 1695mm です。これは日本のパレット式立体駐車場への侵入を考慮したサイズ設計となっています。2900mm という長いホイールベースを確保しながら最小回転半径は 5.4m に抑えられており、全長を感じさせない取り回しの良さを実現しています。そしてリアビューです。テールゲートを横切るブラッククロームのライセンスガーニッシュとスモーク加工されたコンビネーションランプがミステリアスかつ重厚な高級感を醸し出しています。見た目の凄みと日本の道路環境を緻密に計算したこのパッケージングこそがオデッセイの大きな強みです。続いて内装を見てみましょう。インテリアはまるでプライベートシアターに包まれているかのような洗練された雰囲気を演出しています。ルーフやピラーライニングを全てブラックで統一し、落ち着きに満ちた車内空間を創出しました。全席ドアをはじめとする各可色パネルにはシックな佇まいを見せる黒木目調パネルを配置し、質感を高めています。フロントシートには本革シートが標準装備、座面と背もたれに本革を使い、側面や背面には耐久性に優れた合成皮革を使い分けるハイブリッド構造です。運転席は無段階調整ができる 8way、 助手席は 4way の電動パワーシートとなっており、双方にシートヒーターが標準装備されています。ステアリングは本革巻きステアリングホイールで、ブラックエディション専用のピアノブラックガーニッシュが落ち着きを演出します。メーターパネルは左側に豊富な車両データをグラフィカルに表示する7インチ液晶マルチインフォメーションディスプレイを、右側には直感性に優れたアナログスピードメーターを配置した構成です。インストルメントパネルは視覚を極限まで減らすために徹底した水平基調デザインを採用。ナビゲーションには 11.4 インチホンダコネクトナビをディーラーオプションで用意。液晶とタッチパネルの間の空気層を特殊なボンディングシートで埋める構造により、強い直射日光下でも光の乱反射を抑え、驚くほどの鮮明な視認性を確保しています。シフトはホンダ独自のエレクトリックギアセレクターを配置、従来のシフトレバーに代わる電子制御式とすることで指先だけで直感的な操作が可能なほか、センター周りの先進的なデザインにも貢献しています。またエアコンとギアセレクター周囲にはブラッククロームメッキのガーニッシュをあしらい、上質なディテールを実現しています。そして下部にはワイヤレス充電器を配置、ケーブルを接続する手間なく日常的な利便性を高めています。さらに床面には大型のセンターコンソールボックスを設置、収納力に優れるだけでなく後部には2列目乗員用の急速充電対応 USB チャージャーも備わっています。アームレストは助手席の標準アームレストに加え、運転席には左肘をゆったり支える大型アームレストを採用、長距離移動時の快適性向上にも貢献しています。続いてオデッセイ最大の特等席2列目です。本革を使用した左右独立のプレミアム 4way パワーシートを配置しています。このシート最大の武器が驚異的な足元空間を生み出す超ロングスライド機能です。2列目シートを中央に寄せて後方へ一気に下げることで、まるでリムジンのような圧倒的な広さを実現。手動式を踏襲したことでこの広大な空間へもストレスなく一瞬でシートを動かすことができます。シート側面に配置された電動スイッチの操作性も極上です。
リクライニングとオットマンの角度を無段階でコントロールできるだけでなく、この手元のスイッチパネルに2段階調節付きのシートヒーターコントロールも集約されています。現行型では継ぎ目のない一体型オットマンへと刷新され、ふくらはぎを均一にサポートして疲労を軽減させます。さらに上半身の角度を調整できる背もたれの中折れ機構も備わっています。外側には角度調節式アームレスト、内側にはスマホを置けるミニテーブル付きアームレストを装備しています。足元には急速充電対応の USB チャージャーも用意され、この圧倒的なロングスライドがもたらす空間はまさにファーストクラスと呼ぶにふさわしい極上の移動環境に仕上がっています。そして3列目は合成比較を採用した3人掛けシートを装備、3分割リクライニング機構のほか、降車時の荷物や子供の取り残しを検知してメーター表示等で知らせるリアシートリマインダーも標準装備されています。後席の空調環境として1列目左右席とは独立して温度設定ができるトリプルゾーンコントロールフルオートエアコンを標準装備、プラズマクラスター技術を搭載し常にクリーンな空気を届けます。最後にラゲッジスペースです。ハンズフリーパワーテールゲートが採用されており、荷室開口部の地上庫はわずか 525mm と低いため、重い荷物も腰を曲げずスムーズに積み下ろし可能です。3列目使用時でも330リットルの容量を確保し、床下にはベビーカーを縦に詰める22リットルのアンダーボックスを設置しています。さらに3列目を格納する際はシートが180度反転して床下へすっぽり収まる独特のシステムを採用。跳ね上げ式のようなデッドスペースが一切ないスクエアで広大なフラットフロアが誕生し、日常の使い勝手を極限まで高めています。ここまで内外装をチェックしてきましたが、漆黒の凄みをまとった圧倒的なビジュアルとファーストクラスさながらの超ロングスライドシートがもたらす極上の快適性はまさにオデッセイならではの唯一無二の魅力です。それでは低重心パッケージが一体どんな走りを見せてくれるのか、試乗レビューへと移りましょう。それでは出発です。ホンダオデッセイアブソリュート EX ブラックエディションですね。最上位グレード試乗します。はい、行きましょう。で、いつものようにチルとテレスコ上下前後、このクラスになったらついてなきゃ困っちゃいますよね。両方ついてます。それでは行きましょう。今ね、この出口を出たところの段差、明らかに最近乗ってる、スーパーワンとか、そういう車とは全然違いますね。のっしと、いう挙動があって、とってもね、豊かな、のんびりとした、挙動が、シュッシュッって感じじゃなくて、のそーりっていうね、揺れがありました。で、先に忘れないうちにスペック言っときましょうか。こちら2モーター式のハイブリッドの EHEV モデルですね。ハイブリッドモデルで、馬力が184馬力でモーターが315ニュートンで2リッターになります。2リッターハイブリッドの184馬力の315ニュートンっていう形で、どっかで聞いたスペックだなと思われる方、さすがです。実はですね、これの弟分にあたる、ステップワゴンと排気量も、馬力もトルクも一緒です。エンジンが全く一緒なわけじゃないんですけど、系統が同じなんですよね。で、こちらの方が車重が110キロ重い形になります。そう、だからね、同じ馬力トルクで車重がこっちの方が重いんで、そりゃなんていうのかな、重厚感のある、乗り心地ではありますね。最初の走り出しなんですけども、まずですね、EHEV の特色として、基本的に高速域で、さらになおかつ巡航で走ってる場合ですとエンジン直結で走るんですけど、それ以外の時はもうこういう普段の街乗りとかは基本的にモーターで走ってくれます。 100% モーターで、エンジンは発電だけのために、駆動するっていう形になるんですけども、最初のね、今の発進の時、最初はバッテリーだけ
EV で走って、途中からエンジンかかったんですけど、エンジンがかかったことは分かりましたけど、音が聞こえるんでね、振動はね、ほぼゼロに近かったです。EHEV というよりも BEV、バッテリー駆動の車だなっていう感じの方が強いですね。で、今 L サイズミニバンといえば国内ではアルファードでしょ、ベルファイアもそうですけど、あと新型 L グランド出ましたね。それとこの、ホンダのオデッセイ、この4車種基本的にあるんですけども、価格がですね、今となってはこのオデッセイが一番安い形になったんですよね。これ確か530万だけ40万ぐらいの価格になってますよね。で、これ2駆のハイブリッドですけど、新型の L グランド、4駆の、E パワーね、ハイブリッドといえども、あちらの方680万とか90万するんですよね。で、アルファードが630万ぐらい。そう、なので、もうこの車はね、今ダントツに安いんですよ。もちろんね、背の高さとか、向こうの方が高いから見晴らしがいいとかありますけど、2列目はね、これ、L グランドにも全然新型の L グランドにも負けてないし、ね、アルファードの次ぐらいに私としては2列目いいと思ってます。部分的にはアルファードを越してる部分もあるんでね。それでこれ540万っていうのはかなりお買い得だと思います。で、なんと、そんなこんないい車がですね、10月で生産終了してしまいます。次期ね、オデッセイ開発中だっていう話も来てますから、それで生産が止まるんでしょうけど、いや、残念ですね。ということで、もう先に言っちゃいます。オデッセイ買うか買わないか迷ってる方は今しかチャンスがないです。今ね、全然試乗車もいっぱいあるんで、一回オデッセイ乗ってみてください。むっちゃいいですよ。やっぱりアルファードとかに比べるとまだちょっと新型の L グランド私乗ってないんで言えないんで、アルファードはね、ハイブリッドもガソリンも両方乗ってるんで分かりますけど、あちらの方がなんていうのかな、スポーティーっていうよりもよく言えばラグジュアリーの方向に振った乗り心地です。こっちの方はね、ドライバービリティに優れてるミニバンかといって、後席が、ドッタンバッタンしてちょっときついなっていう感じではないです。若干こっちの方が、2列目も動きもスポーティーっていう部分はありますけど、十分高級感が味わえる、ミニバンになってます。で、今一般道のザラザラ路面走ってるんですけど、少しのロードノイズは気になるかな。で、ガラス、そうですね、これ全席のドアガラスちゃんと遮音ガラスになってますね。ちょっと運転席が今開けましたよ。はい、開けるとこんな感じ。じゃあ閉めますね。かなりね、音は抑えられてるんじゃないでしょうか。ロードノイズがね、ちょっとザラザラ路面だと少し気になるかな。ね、きちんとパドルシフトね、回生ブレーキの強さを調整するパドルシフトがついております。で、天井の高さなんですけど、そうですね、L サイズミニバン、背高のアルファードとかと比べると少し圧迫感は感じるかなっていうところですけど、すごく背が高いわけじゃないんでね、そこはしょうがないところですかね。で、これ、ナビはギャザーズナビの 11.4 インチの一番いいグレードのやつですね。ちょっとアクセルギュッと踏んでみますね。
そうするとモーターの甲高い音とエンジン音の吸気音が少し遠くの方で聞こえてくる感じですね。まあやはりね、今確認しながら運転してるんですけど、やはり足回り若干スポーティーですね。これ前がマクファーソン式ね、はい、ストラットで、後ろがトーションビームっていう形になっております。まあやはり走りのミニバンという感じで少し引き締まっていますけど、まあ乗り心地が悪いわけではないですね。やっぱりこの車体が重たいんで、これでグッと地面に押さえてる感じはあります。だからアルファードとかねはすごく見晴らしもいいし、乗り心地もコンフォートっていうかラグジュアリー方向に振ってるんで、それに比べるとね、まあスポーティーな感じですけど、ただね、やはりあれだけ背高ではないので、ちゃんと着座位置も低いので、まあセダンを運転してるような近い感覚ではありますね。ちょっとイーコンで走ってみましょう。イーコンモードね、エコモードですね。まあ街中はエコモードで走った方が、なんていうの、加速とかもすごく穏やかになって、穏やかになった分、なんていうのかな、方向性がコンフォート寄りになった気分になるので、私はイーコンモードで普段走ってるのがいいかなと思います。さあブレーキ、お、これいいよ。最後ね、私ブレーキ今わざとそのままの力のまんま同じ踏み応えでブレーキ最後までかけたんですけど、最後ねちょっと面白い動きしたよ。スーっていって最後ヒョンってしてね、なんか車体が引くんですよ。一瞬ほんと止まった時に、止まった直後にちょっと車体を引く感じがするので、すごい面白い。もう一回。そうね。はい。決してつんのめるような感じではないので、私このブレーキ結構好きかな。それで、まあちょっと止まってるんで、この、シフトはここでいいんですけど、他のね、電動パーキングとかオートブレーキホールドの配置が、これ気になる点だね。この運転席の、このハンドルのここ、ドアのここが、ここの下にですね、電動パーキングとオートブレーキホールドのボタンが、なんか場所がないからここにつけたみたいな感じでついてるんですね。この位置は良くないよ、これ。なんかここら辺もうちょっと寄せるかなんかして、ここにつけてもらわないとね。これはあんまり良くないね、この配置は。で、スポーツモードの切り替えもここであるしね、スポーツって。あんまり良くないね。まあ、それでですね、こうやって運転してて、オデッセイいいなって思うところ。もうすごい些細なことですよ。見えるかなこれ、アームレスト。これ。このアームレストがね、大きいんですよ。幅が広くて、長さもね、十分にあるんで、こうやってアームレストに肘をかけながら、ステアリングを握ることができます。結構こうやってね、運転されて長距離移動される方も多いと思うんですよね、高速とか。そう、これ楽でいいですよね。で、このオデッセイの純正のこのアームレスト、これはですね、実はステップワゴンにもつけることできるんですよ。そうそう。これだけ単品で確かね売ってるんですよ、オデッセイのアームレストって。なのでオデッセイじゃない、ステップワゴンのアームレストってすごい細いじゃないですか。ちょっと肘を乗せるとガタンってなりそうなんで、それをこのオデッセイの幅広のアームレストに
交換することができます。やってみてください。この車やっぱね、2列目、この2列目はちょっと足元空間の広さ、このねスライド量の多さ、長さがあるんで、これはちょっとアルファードでもかなわないですよね。ほんとなんていうのかな、アルファードのエグゼクティブラウンジぐらいの足元空間の広さがあるんで、2列目の広さが最重要な方っていうのは、これオデッセイ候補に入れてもいいんじゃないかな。続いてコーナリング行きましょう。やっぱり振られるよね。はい。まあ車体が大きいんでね、ここら辺はしょうがないけど、でもカーブの安定感はありますね。さあ、高速行ってみましょう。スポーツモードで高速です。混んでるかな、ちょっとね。今スポーツモードで高速乗ったんですけども、通常モードよりも、力強さね、押し出し感は少し、引っ張られ感っていうのかな、少し増した感じはあるんですけど、アクセルのダイレクトさも増した感じなんですけど、その分若干エンジン音が高鳴った感じはありますね。今ねアクセル8割ぐらい踏んでちょっと追い越し車線入ったんですけども、やはりね鋭い加速はありません。この大きな車体を引っ張るのに、全然余裕感はありますけど、ただガツンとした加速感はないので、ゆったり乗ってる感じですかね。加速する感じ。それではね、運転支援スタートしてみましょう。セットしてこうかな。でステアリングもセット。セットしました。何キロにセットしようかな。90キロにちょっとセットしておきますね。で車間距離これか。一番遠い4段階の4にしました。ステアリングの制御もちゃんと効いてて、車線の真ん中をね、しっかり走ってくれる感じはあります。カーブ、これもフラフラしないですね。大丈夫です。でオデッセイの、少し悲しい話っていうか、生産終了しちゃうじゃないですか。やはりね、なかなかこのオデッセイね、受け入れられなかったですね。多くの方がやっぱりアルファードとかに行ってしまった。それはね、昔はオデッセイ売れてたんですけど、今の時代にこの低床設計のミニバン、私はねいいと思うんですけど、なかなか受け入れられないというか、アルファードが強すぎって部分はあるんですけど、あちらの方が多くのユーザーに求められた車だっていうことが証明されちゃいましたよね。走りのねところを重視したいんだっていうね、ミニバンでもそれがいいんだっていう方も必ずいらっしゃるんですけど、それにしてもこれね、私はね正直今あんまり気にしてないんですけど、中国生産だっていうことがちょっとね復活して中国製のオデッセイになりましたよっていうのが気にされる方結構いらっしゃったみたいですね。今はこのグローバル社会なんで、どこで生産するかじゃなくて
誰がどのように管理してるかっていうところが重要なんですけど、まあその地域でね、どうしてもラベルを貼ってしまう方が多くて、なかなかこれ受け入れられなかった原因の一つでもありますよね。さあもう一回高速行きましょう。今回はアクセルベタ踏みオンやってみます。行きましょう。アクセルベタ踏みオン。まあスムーズな加速感はあります。でスピードの乗りもグーンって針が一直線に上がっていく感じはありますが、やはりちょっと重いのかなっていうところはあります。そうだね、なんか余裕っていう感じではないよね。余裕がある走り、伸び感っていうところは、ちょっと欠けてたかな。その点で言うとステップワゴンの方が私乗った中ではこのオデッセイと比べるとステップワゴンの方がもう少し滑らかだった。で走りの余裕もステップワゴンの感じたかな。だからこれ難しいっすよね。まあ価格が、結構離れてる、100万ぐらい離れてるのかな。私 DJ チョミヤだったらどっち買うか。そうね、オデッセイ試乗中に申し訳ないけど、私はステップワゴンファンなので、ずーっと2022年がステップワゴン今の形が出た時からステップワゴン欲しいって言ってなぜか買ってないんですけど、そう私はステップワゴンかな。でも2列目に座る専門だとしたら絶対こっちだね。こっちの2列目はやっぱ足伸ばせて寝れるっていうね、あれがいいっすよね。でこれミニバンなんで家族がね皆さんでワイワイ乗るような車なんで、試乗されるときは家族の方を連れて2列目に乗る方、特にねその方を引き連れて試乗に行ってみてください。シートは問題ないと思うんですけど、2列目の乗り心地、一般道を走った時に分かるんで、ちょっと思ってたより、このクラスにしては揺れが厳しいかな、そうでもないよ、全然これで OK っていう方、それぞれ意見分かれると思うので、必ず2列目に座る方を連れてっていった方がいいと思います。はい、といった感じで本日はホンダオデッセイアブソリュート EX ブラックエディション試乗しました。いかがでしたでしょうか。もう3回4回ぐらい試乗してますけど、やはり、ホンダのね最高級ミニバンということで、乗り心地はかなりゆったりとどっしりとしたおおらかな乗り心地で、室内空間も広く、2列目はね圧巻の足元空間の広さもあるんで、ぜひともね気になった方はホンダのディーラーに行って見て触れて試乗してみてください。10月までですからね、この車買えるのは10月までだと思ってください。急いでディーラーに行ってください。それではまた次のいい車でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。